すずめ旅です。ついに小笠原の旅も最終日となりました。今日もノープランなんですけどね。宿のそばにメジロが来てました。もうほんとね、メジロはね、多かったですね。宿でね、洗濯するんだけど、今日終わりなんでね、取りに行ったんですよ。そしたらね、メジロの子供ですかね、おりました。親御さんたちがね、どっか、行ったんでしょうか。ずっとこんな感じでね、待ってました。やることないんで、ウェザーステーションでも行こうかっていうことで行ったら、ちょうど小笠原丸が、二見港にね、入港してくるとこでした。ちょっとドライブ、今回はね、ほんとバラさんがね、車をね、用意してくれたからね、いろいろ移動が便利でした。本当にね、車とかレンタルしていかないとね、楽しめないと思うんですよね。もし今度仮にね、一人で来たら必ず車、あるいはバイクをね、レンタルしたいなって本当に思いました。バラさんと来たらね、またお願いしちゃうかもしれませんけど。はい、港のそばの公園、なんかハンモックとかっていいですよね。こちらにね、水族館みたいなのがあるんですよ。ほらほらね、書いてあるでしょ。小さな水族館って。ね、ちょっとこちらね、見てみましょう。この辺の海で、保護されたというか、捕獲された、生き物をこちらで飼育してるそうなんですね。で、これ、ウミガメの子供ですよね。スイスイって泳いでますけども。ね、ハイタッチってね。これずっとこれやってるんですよ。ずっとやってるんですよ。ほんとね、子供がね、楽しそうに泳いでるって感じですよね。さすがに疲れたのか、しばらくしたら休憩しとりました。でもなんかいたずらな目してますよね。中に入ってまいりました。まずクラゲがお出迎え。何か言いたげにこちらをずっと見ているフグ。何言いたいんでしょうね。ウツボのコーナーですかね。お魚もおります。お、3匹。君らは何をしているんだね。こちらもフグですね。さっきのと種類がちょっと違うような気もします。ちょっとね、ごつめのお魚もね、おりました。みんな小笠原近海におる魚たちなんでしょうね。アホウドリの剥製とか、エビとか、でかいですよね、これ。いろいろですよね。イタチザメの歯なんかも展示してましたね。はい、メインストリートでぼーっとしてます。小笠原丸のね、出港までまだね、時間があるんですよ。だからね、少し暇つぶし。なんか独特なものはないかなと自販機を物色中。大体普通ですかね。宿で同室だった方がですね、エリックさんっていうんですけど、米をね大量に持ってきてて、もうこれ余っちゃうんでって大きなおにぎりをね結んでくれました。宿のそばにビーチあったでしょ。大村海岸だったかな。これちょうどね反対側なんですよ。港側から見るとこんな感じ。ここでエリックさんのおにぎりを食べます。フェリー来てるんですね。知りませんでした。ここに来ても言ったんですかね。開国教えてくださいって。ねえ、フェリーっていろんなとこに現れるよね。もうね、二見港のそばまで来ました。でもね、まだまだ時間があるんで、このベンチで一休み。休んでたらね、近くのね、この茂みにいっぱいね、メジロが入ってくんですよ。でね、さすがにちょっとね、いても立ってもってところでね、ほら、いるでしょ。見に来たんですよ。カメラがね、こういうカメラなんで、ほら、いるでしょ。でもね、抑えられないんじゃないかななんて思うけど、こんなところで、こんな風にいるよ、みたいなね、記録的な部分も込めて、ちょっと撮ってみました。正直惨敗ってとこで、ちょこっとおりますけど、もうね、姿をちゃんとね、抑えられるような感じでは撮れないですね。バラさんがね、休んでたら来てね、こちらのトンネル、歩こうよっていうんでね、一緒に歩こうかなと思います。
島民が戦争中に全員疎開をされたとき、島民は上陸用舟隊の真四角な船というかの上にも膝小僧を突き合わすくらいの形で島に着いて、それでその方々が過ごしたのがこのトンネルなんです。それ以来島には戻れてない。電気ついてなかった。これが、本来のこの島の住民の人たちが最初に住んだ村。そっちの先っちょの方が戦後というか。二見港に戻ってきました。ぼちぼち乗船できそうな感じですので、こちらでね待ちたいなと思います。待合所はねベンチもあってね結構広いスペースでもねちょっとエアコン効いてないんだよね。小笠原ね父島とか母島にね関係のあった歴代の船の模型がね飾ってあります。チケット売り場がありますね。そしてぐるっと行くとこちらにまた観光協会、こういうところに併設されてるとやっぱ便利ですよね。小笠原丸の絵とかね、海の絵とかね、かわいいコンテナがあるね。小笠丸は準備 OK かな？僕は OK だよ。長いラップを渡っていよいよ小笠原丸に乗船します。長かった小笠原の旅もいよいよ終盤になってまいりました。船室に荷物を置いてちょっとのんびりしてたら出遅れちゃいました。デッキにはもう人がいっぱいいて僕らが入り込む隙がありません。これから皆さんもねご存知の方もいらっしゃると思いますけどお見送りのね儀がございます。これをですねじっくり見ていただこうと思いまして、どこかいいところにせめて手だけでも突っ込みたいんですけども、あるかな。なんとか小さな隙間に潜り込ませていただきました。いい場所探しにねわざわざ上のデッキまで行っちゃいました。でもねやっぱちょっと距離がね遠いんですよね。また降りてきたらちょっと隙間が空いてたのでそこにスルッと入らせていただきました。さあ離岸です。いろんな思いを込めて小笠原丸は東京へ。島のね人たち、今獅子島にねこれから先もちょっと残る人たちも含めてねこうやって盛大にお見送りをしてくれるっていうのがですね、これがまた感動なんですね。もう島民の方やねその残ってる方々がね本当にずんずんね前の方に来て手を振ってね声をかけてくださる。例によって僕は知り合いがいないので誰も声かけてくれないんですけど、皆さんありがとうまたおいでみたいな感じのことをやってますね。太鼓が鳴り始めましたね。この太鼓ね出港太鼓っていうらしいんですけど、毎回ね皆さんのねこの旅の航海の安全をね祈願して叩いてくださるわけですよね。コロナの時にね一回やめてたみたいな話も聞いてましたけど、今回ねこの音が聞けて安心して東京に帰ることができます。父島もそうだし母島もそうでしたけど、皆さんこうやってね温かいねなんて言うんでしょうね気持ちをね
こういただけるわけですよ。こう去るたびにね。でそこでねふと思い出してしまうのがね竹芝桟橋ですよね。毎回そういうわけじゃないんでしょうけど、僕がね今回行く時は多分小笠原海運のねメンテナンスの方がね、数人手を振ってくれるだけという感じからすればね、本当にねこう人情というかですね、こう人間味がね溢れてる島だなと本当に感動して、また来ようねってね、本当に何度もね悔いありませんって言いましたけど、やっぱり何度も来てみたくなる、そんなお見送りの木ですね。ありがとうございましたねえ、こうやってね大きな声でねありがとうございましたってやるわけですよね。行ってきますともやるわけですよ。そしたらね船の方からね行ってらっしゃいと、また来いよって帰ってくるわけですよ。本当にねもうこれはね感動のね瞬間、まさにね見送りの儀というのにふさわしいね瞬間だと思いますね。とね僕なんかはね大した人的交流がなかった、この旅ですけども、そんな僕でもねぐっとね胸にくるものがあるわけですね。これ普通の方だったらねもうね多分うるうるなんじゃないかなと、そう思いますね。そんなんされたらこれでもやろうって感じですよね。僕ね長いこと雑誌のね編集者やってたり、カメラマン写真家をねやらせていただいてたりしたわけですけども、そんな中ね日本中ねいろいろ行きました。でもね本当に自分の意思でね来たいなと思ってきたのはね小笠原とかね、数少ないんですよ。でね今回ね2度目なんですけど、どうして2度目あったのかなって思うと、やっぱこういう感動なのかな。人の感動、人がね見せてくれるこういう感動がねまた僕を呼び寄せた、そんな感じがするんですよね。本当にねこうやって飛び込むんですよこれね。そうこれね本当に何ですかね、小笠原定番なんですかね。母島でもね飛び込む方いらっしゃいましたけど、こうやって飛び込んで最後ねフィニッシュするわけですよ。でもねまだまだ船団はねこうついてくるわけですよ。こんなとこまでついてくるの？もういいんじゃない？ありがとう、もう十分だよってぐらい来るわけですよ。これがね本当ねいい島だな、いい人たちだなってつい思ってしまうというかですね、よく知らないんですけど確かにここにはね、だけど心が動かされない人っていないと思うんですよね。まだ小笠原に行ったことないっていう人がねもし見てたらぜひね行ってみてほしいですね。なぜだろうね。今回は母島の時も父島の時も出港の際はね島というかね港の方に雲がねかかってて、遠くが青空なんですよね。なんかねやっぱ去る寂しさ、皆さんがねこうなんていうんでしょう、木みたいなものを発してねこういう雲を呼び寄せちゃったのかななんてねちょっと今思ってました。個人的にはハーフですけどね、去る寂しさもありますけど、そろそろ内地のこともいろいろ気にかかるななんてそう思いながら波に揺られて帰ります。もうね帰りはそんなにね頑張って撮影とかねせんでね、ちょっと疲れも出てきてるところですから、船内でね、ゆるゆると、時間を過ごしていけたらいいなと思います。軽食、ドリンク、あとねお酒、そういうのが楽しめるね展望ラウンジ母島、なんかね混んでてあんま来れないんですけどちょっと寄ってみました。バラさんおった。このパンすげえ世話になったな。美味しそうなアイスコーヒーとクリームパンはこれで食べ納め。好きなんだけどなかなかこう体験するねチャンスが少なかったっていうのがね旅なんですけど、なんていうんですかね、割と僕は船のね旅をした時に、天候にもね恵まれることが多い。
今回もねとてもいいその航海でした。はい、一晩明けて今東京湾に入っております。海の色も空の色も違いますよね。でもねなんとなく帰ってきたなって感じもするのがまた不思議なところでございます。ちょっとね撮れてないかもだけどね、さっきものすごいクラゲの大群がね船の横通ってきました。東京湾ではクラゲの大群がお出迎え、小笠原ではウミガメがお出迎え。この差は大きいね。関東育ちなのでね、東京の海もねだいぶ泳ぎました、子供の時は。だからねディスってるつもりはないんですよ。全然そんなつもりないんだけど、差は歴然ですよね。いい悪い別にして。懐かしい故郷の海、東京湾よ。俺は帰ってきたぜ。帰りのねデッキはほんとガラガラ、ほとんど人が出てきません。遠くに見えるのは横浜の街でしょうかね。真ん中に高いビルがありますよね。ランドマークタワーとインターコンチですかね。横浜の方はね霞んでましたけど、カメラ向ける方向によってはねそこそこいい青空、雲一つない晴天広がってますね。瞬間をねちょっと逃しちゃったんですけど、メインマストのね横に旗がありますよね。あれがね次々に上がっていくんですよ。信号だか意味があるんですかね。大都会東京が遠くに見えてまいりました。スカイツリーも見えますね。飛行機、これは羽田が近いんですかね。羽田に着陸するためにですね高度を落としてきてる旅客機がですねまっすぐ向かってきてますね。このまま行くと結構上を通りますね。ラッキー。右手にお台場が見えてきましたね。森みたいのは潮風公園ですかね。昔ガンダムがおりましたね。よく行ってました。車の撮影とかでもね使わせていただきました。遠くにビル群、そしてレインボーブリッジも見えてきましたね。いよいよこの船旅も終わりですね。今のところね、萩出発して母島まで行って、そこからまたこうやって帰ってきたわけですよね。今のところで3000キロ、3000キロ、約3000キロの移動を、してまいりました。これからねまたさらにもう一頑張り東京からしなきゃいけないんだけどね。巨大なね橋、レインボーブリッジ、これをね下からね覗けるというね非日常感がね、いいんだそうです。みんな大好きレインボーブリッジ通ります。これで本当に船旅は終わりになります。皆さんお疲れ様でした。下船して東京駅八重洲口の方にやってまいりました。19時30分萩バスセンター行きの萩エクスプレスで帰ります。竹芝からね少し寄り道してね来たんだけどね、それでもね5時だったんですよ。出発までね待ちました。定刻が来たのでバスは出発します。本当にね小笠原にね行くためだけにね寄らせてもらったこの首都というか東京なんですけども、もうねまたしばらく来ることはないでしょうね。でね僕はこれからね1000キロバスにね送ってもらいます。もう寝てればいいだけなんでね、これはゆっくり休む時間として使わせてもらいたいなと思います。
萩エクスプレスといえばこの黄色いシートカバー。でも行きはなかったよね。白かった確か。はい、目が覚めるとどこかの駅のロータリー。今何時なんでしょうね。太陽がかなり斜めだから早朝かなって感じですね。またちょっともう一眠りさせていただきましょうかね。車窓はなんとなく田舎びた風景になってきましたね。不思議なことになんか故郷に帰るような気持ちになっている萩3年目の私でした。防府駅だそうです。ここから萩まではどれぐらいかかるんですかね。なんか知らないバスターミナル。これは別に終点じゃないよね。萩まで行くよね。緑のカーテンが美しいね。おお、なんか萩っぽくなってきた。萩っぽいっていうかね、なんて言うんでしょう、この田舎感。まあ非常に馴染みのある、なんでしょうね、絵面ですね。橋本川。これを渡ると萩の中心地になります。いやー、いよいよ終わりですね。4000キロの旅、ついに終着駅に到着。お疲れ様、俺。ありがとう、萩エクスプレス。また旅するときはよろしくね。すずめ旅。